何グラムとかなるべくなしにしたいんですよ。目分量で家で簡単にできるっていうのがなんかテーマで、そんな簡単なお手軽料理を教えてもらえたらなという感じです。パッタイ風焼きうどんで、特殊なのがやっぱ魚醤。はいはい。これはアユの魚醤。これ魚醤って普通にスーパーだとナンプラーです。ナンプラーなの。はい。まあナンプラーでも魚醤なんです。これは？これ山椒か。山椒です。はい。あと今日はエビと、あとこのニラ入りのこれがいいですね。これ結構大事ですね。あとはうどんは普通のうどん。それは普通のサラダ油。はい、大丈夫。あとニンニクとチューブでも大丈夫。あと唐辛子。塊でいくんですね、ニンニク。ニンニクは本当はチューブでもいいんですけど。今日も包丁はあんま使わないですよ。いいですね。ちぎっちゃって。ワンパックだと多い2分の1パックぐらいだけど半分ぐらいですね。半分ぐらいですね。このニラが重要なんで、ニラ入りのパックをなるほど。使った方がいいかな。で香りが出てきたらニンニクを崩さなくてもいいんですね。ある程度したら取っちゃいます。香り付けのためのだけです。香り付けだけです。なるほど。なのでおろしの全然問題ない。チューブのゲットだし。はい。1個のねフライパンでできるっていう。それでかいっすよね。これは結構めんどくさいじゃないですか。めんどくさいんですよ。いい香り。これから忙しいですか？そうですね。外国人の方が非常に多いです。やっぱそうなんだ。増えてきました。増えてますね。あとは結構今でも地方から一光さんの動画見て料理人の方が結構来ます。わざわざ九州からおめがけて今海外のお客様も来ていただいて、結局その人の口コミで気に入ってくれる人が多いんで。口コミでどんどん広がってね、一回来たらリピートしますよね、皆さん。リピート率が本当に高いので。リピート率高いって結構すごいっすよ。いやあと他のお店ね、予約困難点なんで取れないんだよ。まあなんとなく火が全体的に入ったら、そしたらもううどんも入れて。ほら、ここで固まってると混ぜるときに切れちゃうんで、一回このちょっと一手間が焼きるの時はだから汁のがいいですね。そうですね。これ冷凍でやるとしたらどんなこと考えるの？でもそれでも一回茹でて茹でるか流水解凍した方がいい。なるほど。パスタより早いですよね。それが結構いいと、あとは砂糖。砂糖。はい、砂糖と。これ砂糖なんで入れるんですか？甘みのコク出しですかね。あと醤油と、ナンプラーですね。ナンプラー。パクチー。結構この甘さが入んないと角が立っちゃうので、ちょっと塩辛くなっちゃうんです。なるほど。結構甘さっていうのが重要で、で旨味っていうものがその魚醤で、なので結構魚醤はポイントです。
適当に大さじ1杯ぐらいですけど。そうですね。はい。あんまり入れすぎちゃうとしょっぱくなっちゃう。早っ。あれ山椒入れてましたっけ？山椒最後に。最後です。はい。香り付け。まあニンニクも取っても取らなくてもって感じで。いいですね。ワンパンいいですねやっぱ。そうですね。ワンパンが青みをねできるだけで最後パクチーの葉っぱがあれば。山椒は中国の山椒でも、はい、大丈夫です。結構たっぷりやった方が美味しいです。あらららら。はい。あらららら。すごい。はい。パッタイ風焼きうどんですね。ナンプラー。はい、そうですね。なるほど。魚醤とやっぱニラと結構パクチーがね、パクチーもねスーパーで売ってるんで香りがこういうの好きな人はオイスターソースとか入れても、まあ醤油ちょっと増やしていいかなと思います。ラー油垂らしてもいいそうです。ああ、そうですね。ラー油垂らしても美味しそうですね。はい。うまい。いやいや、作れる。全然作れると思います。好きなの。まあお肉入れてもいいかなと思います。豚肉。豚肉入れても、はい、豚のこま入れで、多分1000円以内に収まるかなっていう感じですね。なるほど。ちょっとおしゃれ。はい、なるほど。